どうも、ベトナム在住のうきです。CL50 の方ね、エンジン組み立てたんで、車体に取り付けていきたいと思います。エンジン取り付けに関してなんですけどね、この前回外す時にね、このボルトが折れてたんですよ。で、新しいの買ってきました。実はね、これ前々回初回私が整備した時ですよね。ネジ山が潰れてて、で、中古の純正部品買ったんですよ。でそれがね、なぜか折れてしまって、元から痛みがあったのか、今回ね、コピー部品買いました。というか、もう純正の中古が売ってなかったんで、基本は同じ形なんですけど、長さがちょっと違うんですよね。多分ね、ワッシャー入れないと、しっかり締め込めないと思います。で、上側もねセットで買って、こっちも長さが違うんですよ。さあ、じゃあ取り付けですよ。もう台に乗っけてるんでね、ぐぐっとはめていけばいいんですよ。ハース線をね、抜け防止でシュリンクチューブ通しちゃいます。外のカバーのね、形状が違うんですよ。こうしとけば少しはいいんじゃないのかな。ここね、随分飛び出してきました。分厚いワッシャー入れて、こっちなんかはね、ネジ山ないとこまで出てきちゃったんで、これでいいんじゃないかな。それとこいつはね、案外緩んできちゃったらしいんで、前回、いや、どこだ、ここか。もうね、ダブルナットしちゃいます。これでいいでしょう。いや、こっちをね、スタッドボルトに直しておいたんですけど、ちょっと金具がひん曲がっててね、つきません。ちょっとリューターで削ってきます。これね、穴をちょっと削って曲がってるのも直してきました。簡単に直ったんでね、逆にまたすぐ曲がりそうです。ちょっとこのマフラーの品質は悪そうよ。マフラーというか液パイ、このパイプね。
プラグつけるんだけどもね、その前にちょっとオイルは入れときたいよね。よいしょ。いや、こっち着いたけど、なんで今こいつ当たった？今までどうなってたのよ。もっと位置が違ったの？今までも当たってたのか？当たってんじゃん、もう。どうしよっかな。なんで？何かがずれた？削れてるわ。当たってたのか、最初っから。この液体ね、実はこのフランジ、ボルターナ8ミリだったんですよ。で、ここもね、形状違うんで、ちょっとこれはね、僕ではどうにもできないんで、ちょっとスプリングだけ外しちゃって、持ち主に返して、どこかでね、直してもらうのか、それとも、なんだ、違うのに変えるのか、もう本人に選んでもらいます。硬いと思ったらこいつが吸っちゃうのか。とりあえずね、このスプリング外してね、当たらなくしました。これでいいんじゃない？もうよし。さあキャブつけよう。さあキャブレターのね、取り付けです。もうきれいに掃除しておきました。よっしゃー。あとね、反対側の取り付けはいろいろバッテリーとかね、スプロケとかあるんだけど、もう微妙に回さないでやっておきます。全部ね、組み立てました。それでガソリンコックはオンにして、キーはオフのまんま、ちょっと空キックですね。さあ、これでいいんじゃないかい？かけてみよう。アイドリング調整必要あるかな。ドライバー。じゃあね、かけまーす。OK ね。この白い煙はね、オイル入れたからですね。前から漏れなかったよね。 OK ですね。まあ後で動画でチェックしよう。ここからも漏れてるね。まあちょっとこのマフラーはね、いろいろ問題がありそうだけど、まあまあそれはちょっとね、持ち主に説明するとして、エンジンはこれで終わりです。で、あともう一個、これね、もう一個依頼されてたのがこいつなんですよ。当てられてね、なんか折れちゃったらしくて交換です。
もうね一式交換セットで左右で買ったんで反対側も変えます。ちゃんとねここにこの英語純正部品って意味ですよね。もちろんホンダじゃないですけどねよし、こいつをそのまんまつければいいんだけど、いつものことながらね配線が端子がないんですよ。なんで端子取り付けだな。これね反対側も外しました。そんでねこれもコピー部品のはずなんだけども、今のやつはなんか作り方がさらに荒くなっちゃってますね。まあそれでもねあるだけいいんだろうな。まあ長さもねここの長さが違うんで左右一緒に変えないとねちょっと形がおかしくなっちゃいますね。でこれは中に電球は入ってないんだな。これは新しい電球を入れて、でここの線これ長さ足りんの？あ、問題ないか。こいつがね細いんですよ。ここの線が細いからね、こいつは全部折り曲げですね。完全にね折り曲げちゃいます。こいつをこの両方ともね根元も後ろ側も全部被覆ごとかしめちゃいます。ちなみにね本来はこういうタイプのやつをはめるんですけども、この細いやつはね持ち方失敗するとちぎれるんで、これで収縮させた方が持ちやすいんですよね。収縮させて、ね、今ちょっと熱いけどここをね持ちやすいんで。でもう一個もだ。これが何を考えてるのか古いやつはね両方とも線が青いんですよ。で新しいやつはね両方とも線が赤ですね。これでいいでしょう。あ、こっちも外さんと。そんじゃあ取り付けね。さあこれでつないで確認 OK かな。キーオンで右と左 OK ですね。じゃあカバーつけよう。これでね整備完了しました。オイル漏れねまたしてしまうかどうかはちょっと持ち主にねしばらく乗ってもらって確認ですね。なんでこの CL50 はね今回で終わりです。それではまた。